ではちょっと無理なんですが、もう少しだけでもみんなに関西弁と関東弁の違いを話したいです。はい、始める前にちょっとみんなとウォーミングアップしたいと思います。ウォーミングアップ。はい、じゃあまずクイズをやりましょう。はい、関西弁のクイズです。第1問、よく聞いてください。はい、質問は関西弁でおかんというのは何ですか？ 1 番お金、2番お母さん、3番お菓子。はい、3秒で考えましょう。3、2、1。はい、1番だと思う人は手を挙げてください。はい、どんどん挙げてください。1番、2番、3番。3つとも違うと思う人もいるんですよね。じゃあ答えは2番です。お母さんです。はい、2番を選んだ人、お見事。じゃあ第2問に参りましょう。はい、会話です。よく聞いてください。 A さんが儲かりばっかと言ったらB さんがはい、じゃあ B さんの返事はどれが正解ですか？ 1 番えらいこっちゃ、2番ぼちぼちでんな、3番大きに。はい、1番と思う人ははい、2番と思う人は開けてください。じゃあ3番と思う人は正解は2番ですね。これちょっと説明します。はい、儲かりまっかというのは実はお元気ですかという意味なんです。1番は大変ですね。お元気ですかと聞いたら大変ですねと言わないですよね。2番はまあまあですねという意味です。ぼちぼちでんな。はい、で3番ですね、大きには実はありがとうという意味なんです。だから答えは儲かりまっか、お元気ですか、ぼちぼちでんな、まあまあですね。はい、じゃあラストに行きましょう。はい、ラストです。はい、よく聞いてください。質問、あの子まだ来ないね。これは東京弁ですね。じゃあ関西弁で言うと次のどれですか？はい、1番あの子まだ来ひんわ、2番あの子まだ来へんわ、3番あの子まだ来へんわ。はい、1番だと思う人、はい、2番だと思う人、じゃあ3番だと思う人、皆さん残念ですね。実は全部不正解なんです。どうしてかというと、実は1番のあの子まだ来ひんは京都弁なんです。2番のまだ来へんは実は大阪弁なんです。まだ来へんはというのは実は神戸弁です。この3つとも関西地方なので、やはり3つとも関西弁ですよね。はい、よくできました。はい、じゃあウォーミングしました。ウォーミングアップ。じゃあさっさと本番に入りましょう。はい、ちゃっちゃっと終わってしまいましょう。なんや嘘。はい、なんやという言葉聞いたことありますか？こういうやーとか大阪弁で、実は大阪とか関西地方でよく使われています。こういうやーとかやろうとか、実はこのやーは関東地方のだーと同じです。わかりますか？はい、例えば嘘、嘘やというのは実は嘘だという意味です。嘘やろ、嘘だろ、嘘でしょ、嘘やね、嘘だね、嘘やで、嘘だよ、嘘やんか、嘘じゃないか、嘘でっか、嘘ですか。はい、こういう
意味が 100% 同じなので、実はこの間直接変えられます。はい、これ大事なポイントです。やはイコールだ。はい、じゃあ次。はい、見てください。否定形。はい、否定形というのはない、なくても、ません。もちろんみんなが知っています。こういう形は関西弁でも特別な形があります。関西弁に変わるとやはり変になります。そういう変態の変じゃなくて、何々変になります。例えば関東弁でしないと言ったら、やはり関西弁でせずにのせいで、そして後ろに変をつけます。せ変または線になります。はい、例文を読みましょう。東京弁で、はい、ジョンさん。はい、心配しなくてもいいよ。はい、これ東京弁です。お見事、よく言いました。じゃあ関西弁では何と読むんでしょう。そういう変えるとやはり心配せんでもええよになります。はい、しなくてもはせんでもせん。この A は実はいいのことです。いは関西弁で A になってしまいます。はい、動詞の場合はやはり知らないもうそのないを消して後ろにうんをつけます。知らないは知らんになります。やはりこういう形だけではなく、行かないこのないを消して、そして後ろに変をつける場合もあります。それはどうしてかというと、実は地方によってそういう否定形の形もいろいろあります。さっきやった通り第3問のところと同じです。奇変とか奇変とか古変はとか3つありますよね。やはり地方によって違いますね。はい、じゃあ次。一応簡単な形を話しましたが、次は日常の表現を話したいと思います。はい、まずちゃんとかさんとか、はい、東京地方ではこういうちゃんとかさん、やはり家族とか、親しい友達に呼ぶときよく使われていますね。例えゆちゃんとか、はい、ジョンちゃん、ジョンちゃんじゃないジョンさんとか、はい、そうです。関西地方では姉ちゃん兄ちゃんとか、実はお姉さんのとお兄さんのことじゃなくて、やはり男の人と女の人を呼ぶときに使われています。はい、例えばある女の人が物を落とした。その時姉ちゃん姉ちゃん落とした、この場合に使われています。はい、そういうちゃんとさんは、他には食べ物や神社仏閣などの名詞の後ろにつけます。というのは食べ物とか、例えばあめちゃん、お芋さん、お豆さん、おかいさん、このおかいさんはおかゆのことです。お稲荷さん、いなり寿司。こういう時にちゃんとかさんとかこの後ろにつけますね。こういう食べ物。その他には神社仏閣、大仏様とか大仏様、普通はこう言いますね。でも関西地方で直接おい大仏さんと言います。その他には観音さんとか恵比寿さんとか直接さんを言います。はい、じゃあまたは挨拶の言葉に使われています。例えばおはようさん、言った通りおはようの意味です。おめでとうの時はおめでとうさん、ごきげんようはごきげんさん、お疲れ様でしたははばかりさん、お邪魔しますはおやかましさん、
やかましいじゃなくておやかましいさん。ありがとうという時はありがとうさんと言います。はい、ちょっと変ですね。